皆様こんばんは。燃える火曜日 FESN Tuesday のお時間がやってまいりました。2020年11月3日火曜日、本日で第21回目。司会は私、沖縄県出身 FESN アシスタントディレクターの伊波重太が務めさせていただきます。さて、いよいよ今週11月6日金曜日にリバイバル DVD が発売予定の2007年発表オンザブロード。中野ファットグロスのチームビデオとして制作されたオンザブロードですが、実はこのオンザブロード、雑誌トランスワールドスケートボーディングジャパンが企画していた2007年トランスワールドアワードにてベストチーム賞とベストビデオパート賞の両タイトルを獲得しました。今回はオンザブロードに出演しているファットグロスのチームメンバーの皆様と当時のトランスワールドスケートボーディングジャパンの関係者の方にお話を伺いながら、このオンザブロードという作品について紐解いていきたいと思います。皆様どうぞ最後までご視聴ください。3、2、1。オンザブロードはね、短い期間でさ、もうサウンドトラック音も作ってるし、アニメーションもあって、チームワーク、チーム結束力があって、数ヶ月で中野の1スケートショップ、ローカルのスケートショップがこれだけのものを作ったっていうことがもうすごいなっていう、もうそこにつきますね。ライダー任せになっちゃ絶対ダメで、ライダーはやっぱり自分のできる技で撮ってほしいわけだけど、でもカメラマンからしてたらやっぱもっとできるよねっていうか、もっと次こういう技最後このアウト決めたらもっとかっこいいよねっていうのはやっぱ常にイメージあって、やっぱそれがなんていうか FNS の撮影の仕方、みんなにそれやってたと思う。でもやっぱそれにみんな応えてくれるし、ファットブルースのライダーはみんなやっぱ諦めないし、やっぱそれはすごいオン・ザ・ブロードがすごいクオリティがぐっと上がった一つの要素だと思うよね。やっぱその中でもケンジはやっぱすごい、ケンジと中平ケンジはね、身体能力高いよね。抜群に高くて、やっぱどんなスポットでも対応してたから、まあ俺らが手に負えないやつを全部ケンジがする。入った。映像を撮るにあたって世界一かっこよく映像を撮ってあげるから、でね、そういうなんかこう世界一でね、そういうなんかこう世界一ね、そういうなんかこうなんていうかほぼ毎日かな、バイト終わったらね、迎えに来てくれるわって、その時バイト、夜、居酒屋のバイトしてたけど、それ終わったぐらいに、迎えに来てくれて、スケボーに連れてってくれるってことが嬉しくて、本当に、それが楽しかったね、本当に。ここでなんかできるとかって言って、いろいろ連れて行ってくれて、自分に何ができるかなってよく考えてたんですよ。スポットとかも街中とかを見ながらも。でもスケートしに東京に行って、だってそれを目的に東京に行ったわけでね。俺らの仲間としては珍しくでかいことできるやつだったから、でかいの見つけちゃう、ケンジみたいな、いけみたいな。ケンジこれいけんじゃないのみたいな、いけるっすかねみたいな感じもあったかもしれない。これ俺いけるっすかみたいな、いけるみたいな、絶対いけるから。でもほぼ全部いけたんじゃないかな。何でもやっちゃうっていうかトライできるから、そのスケートのセクションの中ではあっという間にって言ったらちょっと失礼なんだけど、すごいこうみんなを焚きつける要素にはなるよね。やっぱケンジがやってんだったら俺もやろうみたいになるし、アイディアをね、周りのみんながね、その時自分がやったことないことだったりとか、自分で思いつくっていうよりか、チームのみんなが思いついてくれて、ケンジならいけそうだねみたいな感じの、そういうフックアップの仕方っていうかね、あの時本当客観的に見てくれる周りで、そういうのはすごいありがたかったし、自分がやりたいことっていうその表現の枠もすごい広がったなって思うね、本当に。ちょっといいね。足も痛い。
足も痛いし、もう肩も痛いし。それすごいね。で、ね、そういう、なんかこう、あれは僕モッサンですね。だいぶ食らったというか、あ、こういうおっさんスケーターになりたいって思った感じ。モッサンとかはやっぱものすごいテクニカルじゃん、すごい。ボードコントロールがすごい。モッサンモッサンとはものすごいうまいっていうか、あの人のパートはもうフェイキーアウト、もうやたらフェイキーアウト好きだなみたいな感じの映像に見えたけどね。俺がすげえ覚えてるのは海風公園のバンクでテールスライドのフロントリバートなんだけど、ボードコントロールが上手だったから、あれはやっぱすげえ、すっげえ動きすんなと思って。真冬の夜の海風公園とかすごい凍えたよね。寒い、あそこは。風も強いし、もうこだわりはね、どんどんね、もう原点回帰やね。好きな技はばっかりやるから、結構ギラギラ研いでるよ。田町のコブの真ん中になんか2段ぐらい、あそこのフェイキーからノーズブラントからのリバートみたいな、なんかすごい怪しいのあったっしょ。最後ねちょっとスケッチーな感じなんだけど、フェイキーからのノーズブラントのそのメインアウトはもう10回やったら8回9回乗るぐらいのすごいメイク率やったので、そこを多分アップデートしたんやと思うんやけど、うちから誰からの提案かは分からんけど、多分アップデートしようっつってアップデートしたらドツボにはまったよね。相当やったよね、あれね。しかもなんか照明焚いてやるとキックアウトされちゃうみたいな感じで、夕方ぐらいの限られた時間でやって、ほんと何回も言ったよね。最後の最後でもう中地ももうこれでええやろみたいな感じやったと思うでもう中地もちょっと呆れてたと思う。ほんと何回も言ったよね。なんか10回どころじゃないような感じするよね、本当に。まあ岩手の、外れの方でずっと滑ってこういう OK ですか？飲んでも。東北出身の工藤雄三とか。雄三はね池袋のスケーターだったのよ。もともと池袋に住んでて、池袋のスケーターっていうなんか認識があって、本当スケボー持って一番あいつが街出てたと思うんだ当時も。ストリートやってるやつ独特のね、そのストリートのスケボーの攻め方っていうかビジョンがあるっていうのかな。スポットあったらやっちゃおうみたいな。でたまたまその時に中地がいてビデオ撮った。上京してきたタイミングが中地同じぐらいでよく会ってさ、それでなんか中地がよくね撮ろうよっつって誘ってくれて動いてて、雄三にしてもやっぱこれやりたいあれやりたいっていうのがすごいあってね。ここでなんかできそうなでできるじゃん。そうするとそのもっと上できないのみたいな、セッションがお互いに。自分と雄三と同い年だったから、やっぱ毎日夜な夜なスケボーしに行ってて、本当に新しい技をどんどんチャレンジしてたし、俺は好きなのはクイックのバンクがあって、でオーリーでアップしてすぐバックテールやるんだけど、そこのスポットとか行きゃ分かるけど結構うるさい場所っていうのかな、忙しい場所、臨場感があっていいよね。やっぱ生きてる街の中でこうやってる感じっていうのかな。雄三も多分見せる気満々でやってるっていうか、なんかほんとストリートスケーターの街でスケボーしてるやつ、そういう躍動感っていうかね、
一緒に滑っててもほんとすぐどっか行っちゃうのね、雄三って。帰ってきたなと思ったら「森田君スポット見つけました」って「行きますよ」みたいな感じでとか、なんかまあ根っからのストリートなんじゃない。なんかその感じはやっぱりフッテージにもすぐ現れてるっていうのかな。なんかまあ適当に走って見つけて滑って撮ってみたいな、一番自然な感じのストリートのフッテージが集まったのが雄三って感じするね。19年前、そんな前2000何いや14、15年前何の出会ってからずっと必死でね、その時。吉田君、よっちゃんとかよっちゃんのパートはなんか吉田よっちゃんは青森三沢の出身で東京に中野にずっと住むようになって、そもそも青森から出てきて名のないスケーターでさ、パットに通う過程で森田君がある日いたんだよ。吉田義治って言いました。あ、じゃあよっちゃんだみたいな感じになって。よっちゃんが初めてファットブロスに来た日から、俺と初めて会った日から遊んで一緒にずっとスケートをしてきて、もういつもくっついてたもんね。パットで取り行くみたいな空気があったらもうすぐ察知して「俺も行っていいっすか?」みたいな。俺が初めてよっちゃんをカメラ向けた日っていうのをすごい覚えてて、まあそれハッシーと俺で撮影行くっていうのについてきて、まあハッシーはビデオ撮ってて、でしたら「よっちゃん俺もやっていいですか?」って言うから「あ全然いいよ」って言ったらやり始めたんだけど、まあやっぱちょっとレベルが違ったっていうか、そのレールにはなんつうのオーリーで届かないぐらいの感じで。東京出てきていろんなプロと会うじゃん。まあプロだけじゃないけどスケーターたちで、そうするとやっぱり全然レベル違うこともするんだ、東京のレベルの高さ。俺その日ずっとカメラ回したんだけど、まあ、結局乗らなくて、でもなんかその日にすごい吉田義治っていう人のパーソナリティをすごく理解したっていうか、なんかすげえ一生懸命まっすぐに頑張る人なんだっていう。よっちゃんはまあ本当ずっと中野にいて、まあ、うちらの兄貴分みたいな感じで、まあ、どこでも本当にもう何でもトライするような、もちろんモチベーションがすごい高い人だったんだけど、まあ何年も毎日もう本当に滑りまくってたし、常にだから近くで見てくれてたんだと思う、森田君も。なんかある時から自分を見つけたっていうか、あの人独自に見つけたっていう感じがしたことがあって、でちょうどそんな時にナイキのスポンサー自分の力で獲得したり、イギリスのブループリントのスポンサー獲得したり、自力でそこまで行ったんだ。一人のスケーターとしてなんかまああんまりブレないようなスタイルをちゃんと作ってたのね。デンマークにも一緒に行ったんだけど、森田君と。でデンマークでやったバックサイドスミスからちょっと高めの縁石でゴリゴリで長くて、今まであんまりアプローチしてなかったところにアプローチする、自分超えの一つでもあったっていうこと、そこで撮ったバックスミスかな。なんかもうそれが一番あの人を象徴してる。まあなかなか俺がメイクしなかったっていうのは大きいよね。で森田君も重い荷物持ってさ、ロンドン駆け巡ってデンマーク行って、俺をこのワンカット撮るのにめっちゃ時間かかってる俺みたいな。だけどそれで気落ちするんじゃなくて、だからこそ徹底メイクしてやるみたいなさ気持ちが生まれるわけじゃん。絶対自分の糧にもして FESL の映像にも作品の糧にもなってやるみたいな気持ちよね。コペンハーゲンでやったバックスミスはあの人の努力とか本当いろんなものが積み重なってあそこまで行ったっていう、俺としてはそれぐらい重みがあるっていうか。オン・ザ・ブロードで何のトリックがベストショットですかって言ったら、多分間違いなく俺が撮った映像としてはあれがベストショット。唯一静岡に住んでいながら「お前ファットに来いよ」っていうか、もうお前ファットのライダーなみたいな、俺の激烈なラブコールを受けたライダーが愛想正和。あ、マチャ君。森田さんと出会った頃にはファットブロスの存在も知ってたし、でライダーになった時は地元の仲間たちにこう祝福されるような感じで、気づいたらちょっと驚きだったというか、マチャのスタイルというか、
何やってもかっこいいような感じのマチャのスタイルに憧れたというか、なと思ったんですごい。俺とマチャは同い年で、でね、めちゃめちゃやばいトリック残すんで、毎回羨ましいなと思ったね、すっげえ。もうマチャはもう自分の趣味としてか言いようがないっていうか、自分がニュースクールのスケーターだったらもう絶対マチャみたいになりたいなみたいなと思ってた人なのね。で森田君がマチャ連れてきてマチャみたいな感じで紹介されて、一番印象に残ってるのは熱海での撮影だったかな。その時はちょっと自分なりにもこう盛り上がってて、ビデオ撮影ってものにちょっと興奮してちょっと覚醒してた記憶があるかな。まずスピード速いよね。超速くてフルプッシュでやる遠赤のクオリティとかつテクニカルさっていうのはすごいびっくりしたよね。でメイク率もめちゃくちゃいいし、自分自身スピードは特に意識してて、あとラインで撮った時のプッシュを少なくしたりとか、そういうのは意識してたかな。自分の中で新しいスケートボードのビジョンがあったわけ。俺が当時思ってたスケートボードのビジョンはこっからプッシュはなくなるなと思ってたの。例えばラインだったらプッシュは初めだけ、あとはもう全部もう技ポーングラインでやって、はいすぐクイック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 、全てはスケートボードはクイックになります。そういうビジョンでスケートしてたから、マチャを撮影してた時は確か2002年だったと思うんだけど、もうその時点であいつはその滑りやってたの。インワードのブラントをメイクして、あの時インワードヒルのテールブラントをやってると思うんだけど、あれだからすごいクオリティでメイクしてたけど、いや本当ああいうことがクオリティでできるっていうのはすごいびっくりしたよね。あれ確かあれ1日で全部撮ってる、あの日で。あそこの熱海の遠赤は1日で立て続けにメイクできたから、ちょっとこう興奮感が今でも記憶に残ってるというか、確信したよね。こいつはいけるっていうか、こいつは撮れるな。オン・ザ・ブロードっていうタイトルでメインストリーム行こうぜって時に絶対必要な人だった。オン・ザ・ブロードの中で誰が一番すごいかったかって言ったら、でもやっぱ森田くんが一番すごかったよねっていう話。俺のパートがベストビデオパートに選ばれたっていうのはめっちゃ驚いた。いや、森田君のパートはやっぱなんかやっぱさすがっていうか、もう本当に印象に残ったところって言ったらやっぱ森田君のパートやね。アイディアオン・ザ・ブロード作ろうぜって言ったくせして、じゃあみたいな感じで俺そのまますぐアメリカ行っちゃうわけじゃん。2ヶ月とかだった。だから丸々2ヶ月俺はいないんだよ、アメリカ行ってっから。その2ヶ月の間っつうのは俺はアメリカで映像を撮ってるわけじゃん。で自分の映像撮れないわけじゃん。でもたまたまポートランドにサイラス撮りに行った時に松島大輔、まっちゃんが留学してたからまっちゃんち泊めてよっていう感じで行ったんだけど、ただまっちゃんが僕もビデオ撮れるんでみたいな感じで言ったから、森田さんの映像を撮りましょうよって言ってくれたのよ。森田さんがポートランドに来てくれたのはちょうどアメリカのハロウィンがちょうど時期で、やっぱ俺の中でポートランドっつって言ったらバーンサイド DIY で作ったバーンサイドスケートパークっていうのがちょうどハロウィンの日にオープンしたっていうのがあって、毎年ハロウィンになるともうバカ騒ぎっていうか、もうみんな花火とか打ち上げまくって飲みまくってコスチューム着てスケボーするっていうのが結構定番で、ちょうどその森田さんが来てくれた時にそのタイミングでとんでもねえ日行っちゃったなと思ったの。もう怪獣しかいないみたいな、ローカルのおっさんたち、とにかくそのおっさんたちのスケートが半端じゃなくて、中でもスーパーマンの格好してるやつがとにかくやばかったの。なんか技がやばいとかじゃなくて気迫がやばくてすっげえ速くて、ローカルリズムみたいなのがすごくて、結構身内乗りでもうパーティー乗りなんですけど、森田さんも火がついたのか入ってってましたね。入れないんだ。未だに覚えてる。俺8回トライしたら8回入った。飲まれちゃって、その日はもうほんと悔しくて、なんかもう一回ちゃんと滑りたいって言ってくれたんで、僕じゃあ朝一だったら多分誰もローカルもいないし、次の日に朝一で起きて2人だけで
戻ったのもう覚えてますねなんか湿ってたんですよ、コンクリが。バンサイドって言ったら分かるんですけど、スケーターが適当に作ってるモルタルだからもうデコボコなんですよ。とにかくめちゃくちゃ滑る状況の中で撮ったから、もうあれはだから森田さんのアイディアっすよね。僕はもうバンサイドでもう飛びまくってるローカルスケーターとかを見てたんで、全く違うベクトルで森田さんはバンサイドを楽しんでたから、バーンサイドで撮った映像が、オン・ザ・ブロードに入ってたりとかで、日本帰ってきて新宿の2段の低いステアからさ、パワスラからリップスライドやっていくやつね、別にあれをスポットとして使う感じじゃないっていうかあ、そこそうやって使うんだっていうか、だから結局そのトリックが変われば今まで見向きもしなかった場所もスポットに変わるっていうことをやっぱりもうあれが表現してるっていうか。俺はスピードが好きだから、スピードをこうコントロールする動きはパワースライドじゃん。でそのパワースライドを駆使したスケートっていうのはもう当時自分は常に考えてたのね。だからあれも多分その技をやりに行こうっつって確かそういう感じじゃ当時なくて、たまたまあれ見た時にああみたいな、あべえこれ多分パワースライドでロックスラーできると思うみたいな、なんか突発的に、あれ別にそんなになんか時間かかったイメージもないし、結構すぐできたとは思うけどね。今でこそああいうことをやる人いるかもしれないけど、やっぱりこの当時そんなことやってる人とかってまずいなかったっていうフッテージばっかりだったよね、森田君のはね。やっぱりそこそうやって使うんだみたいなのとかの連続っていうか、やっぱすごいね、森田君のパートは一番目立ってたしね、そんでね。だからベストビデオパートでしょ。ベストオブチームですよパートブロスの前でこれのトランスワールドの雑誌のなんかみんなで写真撮ったのは、みんなで写真撮ったのとかも覚えてますよ。すごい光栄なことですよね。トランスワールドでベストチームって選ばれたのはめっちゃびっくりしたね。みたいな、あそうなんだ。いや俺らはそれはもちろんそのオン・ザ・ブロードっつってそのメインストリームねトップ取りたいとかいうそういう気持ちはあったけど、それと理解されるっていうのはまた話は別だと思ってたから、本当みたいな、間違えてないみたいな、本当そういう感じだったよ。オン・ザ・ブロードがめちゃめちゃ面白くて、もうビデオ見れば分かると思うけど、結束がないとあんなもん絶対に限られた期間じゃ作れっこないじゃん。でやっぱり中野っていうのがあって、パッドブロスっていうのがあって、そのローカリズムがあって、そこに集結してるスケーターたちが作ったビデオっていう、本当にだからスケートボードのすごい大切な部分のそのローカリズムとかそういったものがそこの中野のパッドブロスのチームにもう凝縮されてたっていうか、ベストチームでしょ。オン・ザ・ブロードのリバイバル DVD はいよいよ今週11月6日金曜日に発売予定です。この度もご協賛企業各社の皆様、そして個人でご協賛いただいた皆様、ご支援いただきまして誠にありがとうございました。リバイバル DVD は全国のスケートショップまたは FESN のネットショップにてお買い求めいただくことが可能です。どうぞお楽しみに。リバイバル DVD の個人の皆様方のご協賛の募集に関しまして、引き続き9作目オーバーグラウンドブロードキャスティングへの協賛を募集しております。ご協賛額は DVD1 作品につき税込み1万円です。ご協賛いただいた DVD ブックレットの裏表紙にスペシャルサンクスとしてお名前を掲載させていただきます。あなたの思い入れのある作品にぜひお名前を刻んでみてはいかがでしょうか。監督の直筆の感謝状とともに DVD を発送いたします。ご協賛は FESN のネットショップにて受け付けておりますので、引き続き皆様のお力添えをどうぞよろしくお願いいたします。次回11月17日火曜日の放送はいよいよ世界13都市を股にかけた作品、8年の制作期間を費やした超大作オーバーグラウンドブロードキャスティングに迫ります。次回もどうぞご視聴よろしくお願いいたします。それでは今回もご視聴ありがとうございました。